レッスン1、フィットネストーク。こんにちはアンナ。今日は素晴らしいトレーニングをしました。私は自分の限界に挑戦しました。こんにちはジョン。それはかなり強烈に聞こえます。ワークアウト中にモチベーションを保つためのコツはありますか？絶対に。モチベーションを保つのに役立つのは、具体的な目標を設定することです。それは私に取り組むべき何かを与えてくれ、集中力を保ってくれます。それは素晴らしいアイディアだ。どうやって進捗状況を追跡しているの？スマートフォンのフィットネスアプリを使ってワークアウトを記録したり、進捗状況を監視したりしています。自分がどこまで進んだかがわかるのは本当に助かります。私もやってみるべきです。ところで、自宅でできるエクササイズについて何かアドバイスはありますか？間違いない。腕立て伏せ、スクワット、ランジなどの体重エクササイズは素晴らしい選択肢です。柔軟性と強さを求めてヨガやピラティスを試すこともできます。提案をありがとう。やってみるよ。トレーニング中に怪我をしないために何かアドバイスはありますか？自分の体の声に耳を傾け、無理をしないことが重要です。運動する前にウォーミングアップをして、怪我をしないように常に適切なフォームを使ってください。それを心に留めておくよ。ところで、運動を補うために何か特定の食事療法はしていますか？果物、野菜、赤身のタンパク質、健康的な脂肪をたっぷり使ったバランスの取れた食事を心がけています。ワークアウトに活力を与え、回復を早めるのに役立ちます。それは理にかなっています。私ももっと健康的な食べ物を選ぼうと思います。ヒントをありがとう。どういたしまして。フィットネスについて他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。いつでもお手伝いします。レッスンに完璧なペット用ベッドを探す。アンナさん、こんにちは。犬用の新しいベッドが必要です。ペット用ベッドは見たかい？こんにちは、ジョン。はい、ペットベッドの素晴らしいオプションをいくつか見つけました。それは素晴らしいです。犬が快適で十分な休息を取れるようにしたいです。様々なタイプのペットベッドをご用意しています。あなたの犬のサイズはどのくらいですか？私の犬は中型犬です。十分なスペースのあるベッドが理想的だと思います。整形外科用ベッドの購入を検討したことがありますか？関節をさらにサポートします。それは良い点です。私の犬は年をとっているので、整形外科用ベッドが役立つかもしれません。低反発素材のパッドがついたベッドもいくつか見ました。とてもふかふかしていて居心地が良い。ああ、それは完璧に聞こえます。犬に柔らかく快適な寝床を与えたい。別のオプションは高床式ベッドです。犬を地面から遠ざけ、空気を循環させます。これは特に暑い時期に役立ちます。そのことは心に留めておきます。ベッドの洗いやすさを考慮することを忘れないでください。犬は時々散らかることがある。絶対に。取り外し可能で洗えるカバー付きのベッドが便利です。防水カバー付きのペットベッドも見たことがあります。事故やこぼれた場合に最適です。これはあると便利な機能です。掃除が楽になるだろう。
また、ベッドの底に滑り止めまたは滑り止めの素材が使用されているかどうかを確認することもできます。それは素晴らしい提案です。犬がベッドに飛び乗ってもベッドが滑ってほしくない。最後に、デザインと美学について考えてみましょう。ベッドはご自宅のインテリアにぴったり合うようにしたいですよね。それは本当です。私のインテリアとシームレスに調和するペット用ベッドがあればいいですね。ペット用ベッドのリンクとおすすめをお送りします。見てみるといいですよ。ありがとうございます。完璧なベッドを見つけるためのあなたの助けと専門知識に感謝します。どういたしまして。喜んでお手伝いします。あなたの犬がぐっすり眠れるようにしましょう。絶対に。私の毛ムクジャラの友達は最高のものにふさわしい。改めて、ありがとレッスン3、フィットネスと朝食。アンナさん、こんにちは。私たちのアパートのフィットネスセンターに行ったことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、何度か行ったことがあります。本当に素敵です。それは素晴らしい。フィットネスルーチンを始めようと思っていました。何かコツはありますか？承知しました。まず、トレッドミルでのウォーキングやジョギングなどの簡単なエクササイズから始めましょう。心拍数を上げるのに良い方法です。それは実行可能に聞こえます。どれくらいの頻度で行けばいいの？少なくとも週に3回は始めることを目指してください。慣れてきたら徐々に頻度を増やすことができます。よし、やってみるよ。ところで、フィットネスセンターではグループレッスンもあると聞きました。何か試したことはありますか？はい、いくつかのクラスに参加しました。ヨガ、ズンバ、さらにはスピンのクラスもあります。アクティブでいられる楽しい方法です。それは面白そうですね。絶対チェックするよ。ああ、クラブハウスでは無料の朝食も提供していると聞きました。食べたことある？はい、持っています。朝食のスプレッドは素晴らしいです。新鮮なフルーツ、シリアル、ペストリー、さらには注文を受けてから作るオムレツなど、様々な選択肢があります。それは素晴らしい。好みや食事制限がある場合は、経営陣に知らせるべきでしょうか？絶対に。彼らはとても親切です。特定の食事のニーズについて知らせてください。そうすれば、必ず依頼てくれます。それは知っておくと良いことです。私の好みは必ず伝えておくよ。アドバイスありがとうございます。レッスン4、買い物リスト。こんにちはアンナ。後で食料品の買い物に行く必要があります。具体的に何かもらいたいことはある？こんにちは、ジョン。OK、必ず手に入れるよ。具体的に欲しいものはありますか？リンゴ、バナナ、オレンジなどの新鮮な果物を食べていただけますか？もちろん、それらをリストに追加します。農産物セクションから他に何か必要なものは？はい、野菜が不足しています。ブロッコリー、人参、ほうれん草を拾ってくれる？注目。新鮮でパリッとしたものを必ず用意しておきます。他に何か？また、
卵と牛乳も不足しています。卵10個と牛乳のカートンを1箱取ってくれる？絶対に。卵と牛乳は必須です。君のためにも必ず取っておくよ。ありがとうございます。ああ、そしてもう一つ、パンとピーナッツバターが必要です。問題ありません。パンとピーナッツバターをリストに加えます。特定の種類のパンやピーナッツバターのブランドはありますか？普通の全粒粉パンだけで、滑らかなピーナッツバターなら何でも構いません。わかった。他にリストに追加すべきことはある？簡単な夕食のオプションとしてパスタとパスタソースを使うこともできます。素晴らしいアイデアです。あなたの好きなパスタとパスタソースの瓶を必ず用意しておきます。ありがとうございます。お買い物にご協力いただきありがとうございます。光栄です。喜んでお手伝いします。他に何か必要なものはありますか？今のところは以上だと思います。他に何かあったらお知らせします。改めて、ありがとうございます。レッスン5、意見の表現。アンナさん、こんにちは。リビングルームの改装を考えています。見た目を新しくしたいです。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイデアです。どんなスタイルにしたいか考えたことはありますか？モダンでミニマリストなスタイルを考えています。清潔で整然とした空間を作りたい。それは良い選択のように思えます。配色について考えたことはありますか？はい、アクセントとして大胆な色のポップなニュートラルカラーパレットを使用することを考えています。そうすればいいバランスが取れるかもしれません。家具はどう？特に気になる作品はありますか？おしゃれで機能的な家具を探しています。快適さとスタイルを兼ね備えたアイテムが欲しい。それは重要です。照明は適切な雰囲気を作り出す上でも大きな違いをもたらします。そんなことを考えたことはありますか？絶対に。暖かく居心地の良い雰囲気を作るために、自然光源と人工光源を組み合わせるつもりです。素敵ですね。アートワークや装飾的な要素を追加してみてはいかがですか？絶対に検討します。アートや装飾品を加えることで、空間に個性を加えることができると思います。間違いなく、自分のスタイルを輝かせることが大切です。わからないことやアドバイスが必要なことはありますか？家具の最適な配置方法がよくわかりません。スペースを最大限に活用し、流れを良くしたい。紙の上で様々な家具の配置を試したり、オンラインの部屋計画ツールを使用したりできます。様々なレイアウトを視覚化するのに役立ちます。それは素晴らしい提案です。やってみるよ。ありがとう。レッスン6、笑いの力。アンナさん、こんにちは。最近コメディ番組を見ましたが、面白かったです。こんにちは、ジョン。楽しい時間のようですね。笑いは本当に最高の薬だよね。絶対に。大笑いするとすぐに気分が上がり、気分が良くなるのは驚くべきことです。
それは本当です。好きなコメディアンやコメディ映画はありますか？私はスタンダップコメディの大ファンです。デーブ・シャペルとエイミー・シューマーはいつも私を怒らせます。彼らは両方とも才能のあるコメディアンです。コメディ映画も見るのが好きです。気楽な夜にぴったりです。間違いなく、笑いはリラックスしてストレスを和らげるのに最適な方法です。笑いヨガをやってみたことはありますか？いいえ、していません。ラフターヨガって何？笑いのエクササイズと深呼吸を組み合わせた練習です。全体的な健康を促進し、ポジティブさを高めることを目的としています。それは面白そうですね。絶対やってみるよ。笑いは心身の健康に本当に良い影響を与えます。絶対に、伝染性もあります。他の人と大笑いすることで、つながりや喜びが生まれます。完全に同意します。笑いが人々を結びつけ、ポジティブな雰囲気を作り出すことができるのは驚くべきことです。また、社交の場面でのアイスブレーカーとしても最適です。ユーモアのセンスは、新しい友達を作り、関係を築くのに役立ちます。それは本当です。笑いを分かち合うことで、壁を打ち破り、会話をより楽しくすることができます。笑いは本当に世界共通語です。文化や言語の壁を越え、人々をより近づけます。気に入ってくれて嬉しいです。笑いは本当に私たちが受け入れて他の人と分かち合うべき貴重な贈り物です。絶対に、笑う理由をいつも見つけて、喜びを広めましょう。それは私たちの健康に良いことであり、人生をより楽しくします。レッスン7、天然の害虫忌避剤。アンナさん、こんにちは。最近、庭の害虫に悩まされています。こんにちはジョン。それはイライラするかもしれません。害虫駆除剤を使ってみましたか？はい、ニームオイルのような天然の害虫駆除剤を使用してきましたが、効果的です。それは嬉しいですね。ニームオイルは害虫駆除剤としてどの程度正確に機能しますか？ニームオイルには、昆虫や害虫を撃退する化合物が含まれています。植物の接触と繁殖のサイクルを乱し、植物から遠ざけます。それは効果的ですね。他に試したことがある天然の害虫駆除剤はありますか？ガーリックスプレーとペパーミントオイルも使いました。どちらも害虫が嫌いな強い匂いがします。興味深い。ニンニクとペパーミントが害虫を撃退できるなんて知らなかった。ガーリックスプレーはどうやって作るの？簡単です。ニンニクを潰して水と混ぜるだけです。その後、植物にスプレーして害虫を寄せ付けないようにすることができます。これは便利な DIY ソリューションです。ペパーミントオイルはどうやって使うの？ペパーミントオイルを水で薄めて、庭にスプレーすることができます。害虫に対する自然な抑止力として作用します。これらの天然の害虫駆除剤をぜひ試してみます。化学ベースの農薬に変わるものがあるのは素晴らしいことです。絶対に、天然の害虫駆除剤は環境に安全で、益虫に害を及ぼすことはありません。
それは大きなプラスです。エコシステムの健全なバランスを保つことは重要です。他に害虫駆除のコツはありますか？もう一つのヒントは、害虫による被害の兆候がないか定期的に植物を検査することです。早期発見は侵入防止に役立ちます。それは良い点です。積極的に行動することで、植物を甚大な被害から守ることができます。これらのヒントを共有していただきありがとうございます。どういたしまして。これらの天然の害虫駆除剤があなたにも役立つことを願っています。他にご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。教訓8、予算を守る。アンナさん、こんにちは。もう1週間が経ちました。経費を確認する時が来ました。こんにちは、ジョン。その通りです。私たちの財政状況を常に把握しておくことは重要です。経費をずっと記録してきた。それは素晴らしいです。私たちのお金の行き先を明確に理解することが重要です。絶対に。これにより、情報に基づいた意思決定が可能になり、予算を確実に守ることができます。私も同感です。今週の経費を調べて、削減できる分野を特定しましょう。いいですね。外食にかなりの時間を費やしていたのに気づいた。もしかしたら、その頻度を減らして、家でもっと食事を作れるかもしれない。それはいい考えだ。家で調理してお金を節約できるだけでなく、より健康的に食べることができます。また、不必要な衝動買いにも気づきました。必須ではないアイテムを購入する前にもっと注意深くよく考えるべきです。そうだね。衝動買いはすぐに積み重なるものだ。私たちは欲しいものよりも自分のニーズを優先すべきだ。絶対に。本当に必要なものと単に欲しいものを区別することが重要です。削減できるもう一つの分野はエンターテイメントです。映画を見に行く代わりに、家で映画の夜を過ごすことができます。それは素晴らしい提案です。たくさんのお金をかけなくても、居心地の良い雰囲気を作り、映画を楽しむことができます。また、より安価な電話プランに切り替えたり、光熱費のお得な料金を見つけたりするなど、通常の費用よりも手頃な代替手段を見つけることも検討しています。それは積極的な考え方です。様々なオプションを検討し、節約する方法を見つけることは常に良い考えです。また、お金を節約するための現実的な目標を設定する必要があります。貯蓄の目的を明確にすることが重要です。私も同感です。それが休暇であれ、緊急資金であれ、将来の投資であれ、目標を持つことは私たちが軌道に乗る動機になります。予算を守り、お互いに説明責任を負わせましょう。その過程でお互いを支え合い、励まし合うことができます。絶対に。力を合わせれば、経済的目標を達成し、より経済的に安全な生活を送ることができます。同じ考えでいてくれて嬉しいです。ニーズに優先順位をつけ、不必要な経費を削減し、より明るい財務の未来に向けて取り組みましょう。レッスン9、最高の自分になる。アンナさん、こんにちは。最近、個人の成長と自己改善について考えています。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいトピックです。自分自身のベストバージョンになるために絶えず努力することが重要です。絶対に。これにより、
私たちは学び、成長し、潜在能力を最大限に発揮することができます。どのような分野に焦点を当てたいとお考えですか？私が向上させたい分野の一つは、コミュニケーションスキルです。聞き上手になり、もっと効果的に自分を表現したいです。それは貴重な目標です。優れたコミュニケーションスキルは、個人的であれ職業的であれ、人生のあらゆる面で不可欠です。感情的知性を鍛えることも重要だと思います。感情を理解して管理することは、人間関係や全体的な幸福に大きな影響を与えます。これ以上は同意できませんでした。感情的知性は、私たちが他の人に共感し、困難な状況に優雅で落ち着いて対処するのに役立ちます。もう一つ身につけたいことは、自分の時間管理能力です。タスクに優先順位をつけ、時間を効果的に管理できれば、生産性が上がります。時間管理は確かに重要です。これにより、圧倒されることなく日々を最大限に活用し、目標を達成することができます。また、セルフケアと健康的なワークライフバランスの維持にも注力したいです。長期的な成功と幸福には、心身ともに自分自身を大切にすることが不可欠です。それは重要な点です。燃え尽き症候群を避け、全体的な健康を維持するためには、セルフケアを優先する必要があります。成長マインドセットを取り入れることも有益だと思います。学び、向上する能力を信じることで、レジリエンスと新しいことに挑戦する意欲が育まれます。絶対に、成長マインドセットを持つことで、私たちは挫折を成長の機会と捉え、常に快適ゾーンの外に出ることができます。最後に、私は生涯学習の力を信じています。継続的に知識を求め、新しいスキルを身につけることで、頭が研ぎ澄まされ、新しい機会への扉が開かれます。生涯学習は確かに強力なツールです。これにより、私たちは急速に変化する世界に適応し、個人生活や職業生活において重要な存在であり続けることができます。同じ視点を共有できて嬉しいです。個人の成長の旅に専念し、その過程でお互いを支え合いましょう。絶対に、一緒になれば、私たちはお互いに刺激し合い、最高の自分になり、充実した人生を送ることができます。この旅のパートナーとしてあなたを迎えることができて感謝しています。個人の成長を受け入れ、自分の可能性を最大限に発揮しましょう。同様に、継続的に学び、成長し、最高の自分になることが大切です。レッスン10、バルバドス料理を探る。こんにちは、アンナ。バルバドスに行ったことはありますか？そこの食べ物は素晴らしいと聞きました。こんにちは。いいえ、バルバドスには行ったことがありませんが、バルバドスの料理について素晴らしいことを聞いたことがあります。いつか食べてみたいです。バルバドス料理は、アフリカ料理、インド料理、イギリス料理の影響を受けた独特の風味で知られています。それは魅力的に聞こえます。バルバドスを訪れたら絶対に食べておくべき伝統料理にはどのようなものがありますか？外せない料理の一つがトビウオです。バルバドス料理の定番で、揚げたり、風味豊かなソースで蒸したりして食べることが多いです。空飛ぶ魚？面白そうだね。私はいつも新しいシーフード料理を試してみたいと思っている。コーンミールとオクラを使った伝統的な料理であるクークーもぜひお試しください。トビウオと一緒に出されることが多いです。
クークーは美味しそう。地元の食材や味を際立たせる料理を試すのが好きです。もう一つの人気料理はマカロニパイです。マカロニやチーズに似ていますが、バジャン風のひねりを加えたもので、スパイスや調味料を加えていることが多いです。私はマカロニとチーズが大好きなので、バジャンバージョンは美味しいバリエーションのようですね。ストリートフードといえば、かぼちゃ、さつまいも、その他の野菜を使った美味しいスープであるスーパーをお見逃しなく。スーパーは心地よく風味豊かに聞こえます。機会があれば必ず食べてみるよ。そしてもちろん、有名なラムパンチを試さずにバルバドスを離れることはできません。地元のラム酒とフルーツジュースを使った爽やかでトロピカルなカクテルです。ラムパンチはバルバドスの美しいビーチを体験しながら楽しむのに最適なドリンクのようです。絶対に。バルバドスは美味しい料理、素晴らしい風景、活気に満ちた文化が見事に融合しています。食べ物愛好家や旅行愛好家にとっては夢の目的地のようです。バルバドスを訪れて、バルバドスが提供するすべての美味しい料理を味わう機会が待ちきれません。私も。バルバドスを私たちの旅行バケットリストに追加して、彼らの素晴らしい料理を堪能しましょう。間違いなく、さまざまな料理を探索することは、私たちの味覚を満足させるだけでなく、その場所の文化に浸るのにも最適な方法です。これ以上は同意できませんでした。新しい料理を試してみると、全く新しい味と体験の世界が広がります。これからの冒険と料理の発見をご紹介します。乾杯。レッスン11、自家製トマトソースの調理。アンナさん、こんにちは。今夜の夕食にパスタを作ろうと思っています。それに合うシンプルなトマトソースを作ってみましょうか。こんにちは、パーフェクトですね。自家製トマトソースはいつもパスタ料理に美味しさを添えてくれます。どんな材料が必要か？ベースには完熟トマトが必要です。濃厚で鮮やかなソースにはフレッシュトマトを使うのが一番です。それは素晴らしいですね。私は新鮮な食材を料理に使うのが大好きです。他に何が必要ですか？トマトをソテーしてソースにコクを加えるには、オリーブオイルも必要です。イタリア料理では欠かせない食材です。オリーブオイルは私のキッチンの定番です。私はその独特の風味と料理の多様性が大好きです。ソースに美味しい味を加えるにはニンニクも必要です。トマトとの相性も抜群です。ニンニクは私の好きな食材の一つです。どんな料理にもとても風味が加わります。味を良くするために、バジルやオレガノなどのハーブを加えることができます。ソースに素敵な香りと深みのある味わいを与えます。新鮮なハーブはいつも料理に違いをもたらします。料理の美味しさを引き立ててくれるのが好きだ。調味料も忘れられません。塩と胡椒は風味のバランスをとり、トマト本来の甘さを引き出すのに欠かせません。調味料は重要です。味を際立たせるには適切なバランスを見つけることがすべてです。最後に少し火が欲しい場合は、赤唐辛子フレークを少し加えてソースにほのかなアクセントを加えることができます。
私は料理に少し辛いところがあるのが好きです。赤唐辛子のフレークを一つまみ入れると良い感じになる。すべての材料が揃ったので、まずトマトを湯通しして皮を取り除き、ソースの準備をしましょう。トマトを湯通しすると扱いやすくなります。熱湯の鍋を用意しておきます。トマトが湯通しされたら、皮を剥いてみじん切りにすることができます。その間、フライパンでオリーブオイルを熱し、ニンニクをソテーします。計画のように聞こえます。ニンニクをソテーしている間、私がトマトの皮を剥いてみじん切りにします。ニンニクが香ばしくなったら、みじん切りにしたトマトを鍋に入れ、砕けて濃厚なソースになるまで煮ます。ニンニクのソテーととろけるトマトの香りが食欲をそそります。ソースを味わうのが待ちきれません。ソースが濃くなったら、ハーブを入れてかき混ぜ、塩、胡椒、必要に応じて赤唐辛子フレークを少し加えて味付けします。ハーブと調味料が最後の仕上げを加え、ソースの風味を高めます。すべてがうまくまとまっています。絶対に。さて、ソースをもう少し煮て、すべてのフレーバーが溶け合うようにします。その後、お気に入りのパスタの上に盛り付けます。この風味豊かなトマトソースを使った美味しい自家製パスタを楽しみにしています。満足のいく食事になりそうです。確かに、一緒に料理したり、様々な味を試したりすることは、いつも楽しくてやりがいのある経験です。レッスン12、アクティブでいることとストレスへの対処。アンナさん、こんにちは。最近少しだるい感じがします。彼らはすぐに私たちを動かしてくれるよね。こんにちは、私もそう願っています。アクティブでいることは、私たちの心身の健康にとって重要です。すべてにどのように対処してきましたか？大変だったけど、毎日のルーティンに運動を取り入れようとしてきた。ストレスを和らげ、心をすっきりさせるのに役立ちます。それは素晴らしいです。エクササイズはストレスを管理し、全体的な気分を改善する素晴らしい方法です。これまでどんな活動をしてきましたか？午前中は定期的にランニングをしてきました。その日の活力になり、生産性も上がります。ランニングは素晴らしい有酸素運動です。あなたに合ったものを見つけてよかったです。他のアクティビティを試したことはありますか？はい、自宅で体重運動を使って筋力トレーニングも行っています。筋力を鍛え、筋肉の緊張を維持するのに役立ちます。それはいい考えだ。筋力トレーニングは全体的なフィットネスにとって重要であり、筋肉の喪失を防ぐのに役立ちます。それを自分のルーティンにも取り入れるべきです。絶対に。始めるのに遅すぎることはありません。スクワット、腕立て伏せ、プランクなどの簡単なエクササイズから始めることができます。やってみるよ。自分のフィットネスレベルに合ったエクササイズから始めることが重要です。最初はあまり無理をしたくない。それは賢いアプローチです。体の声に耳を傾け、強くなるにつれて徐々に強度を上げていきましょう。そして、各トレーニングの前にウォームアップすることを忘れないでください。ウォーミングアップは怪我を防ぐために不可欠です。運動のルーチンに必ず入れておきます。
ところで、オンラインフィットネスクラスを試したことはありますか？はい、いくつかのオンラインワークアウトビデオをフォローしています。私のワークアウトを面白く保つためのガイダンスやバラエティを提供してくれます。楽しそうですね。オンライン授業も調べてみます。家で運動している時でも指導やコミュニティ意識があるのはいいですね。絶対に。オンラインのフィットネスコミュニティは、モチベーションとサポートの素晴らしい源になり得ます。これは、同じような目標を共有する他の人々とつながる方法です。それは本当です。物理的に一緒にいられない時でも、つながりを保つ方法を見つけることは重要です。エクササイズもその助けになります。間違いなく、身体活動によってエンドルフィンが放出されます。エンドルフィンは、気分を改善し、不安を軽減する気持ちの良いホルモンです。私はそれを直接経験しました。エクササイズをすると、いつもよりポジティブで元気になります。これは自然なストレス解消剤です。体を動かすような単純なことが、私たちの精神的、感情的な健康にこれほど良い影響を与えることができるのは驚くべきことです。絶対に。特に困難な時期には、自分の面倒を見ることが重要であることを思い出させてくれます。私たちは健康を優先しなければなりません。よく言った。アクティブであり続け、その過程で喜びを見つけることで、私たちの幸福を優先し続けましょう。レッスン13、アートストアを探索する。アンナさん、こんにちは。アートストアへの旅にワクワクしています。探索して物資を手に入れるのは楽しいでしょう。こんにちは、私も楽しみです。アートストアはいつもインスピレーションにあふれています。何を手に入れるつもりなの？アクリル絵の具とブラシを買おうと思っています。風景画に挑戦してみたい。それは素晴らしいアイデアのようですね。アクリル絵の具は用途が広く、扱いやすいです。絵を描くためにスケッチブックと鉛筆を買おうと思っています。スケッチブックはアーティストにとって不可欠です。アイデアを捉えたり、様々なテクニックを練習したりするのに最適な方法です。他にどんなことに興味がありますか？水彩絵の具も探求したいです。水彩絵の具の透明感と流れが美しい効果を生み出します。水彩絵の具は繊細で有機的な作品を作るのに最適です。彼らには独特の魅力があります。私もやってみるかもしれません。それは素晴らしいでしょう。私たちは自分の作品を試したり、お互いに共有したりすることができます。素晴らしい学習体験になるでしょう。絶対に。アートワークを共有し、フィードバックを受けることは、アーティストとしての成長に役立ちます。探求したい特定のテクニックやスタイルはありますか？水墨画とペンとインクの技法についてもっと学びたいと思っています。それらが提供する精度とディテールは魅力的です。水墨画には根気と正確さが必要ですが、素晴らしい仕上がりになることもあります。ミクストメディア、アートにも興味があります。異なる素材やテクスチャを組み合わせると、面白い効果が生まれます。ミクストメディアアートは無限の可能性を秘め、実験を促します。従来の境界線から脱却する素晴らしい方法です。間違いなく、アートとは表現と限界を押し広げることです。アートはより深いレベルで他の人とコミュニケーションをとり、つながる方法です。
それは本当です。アートには感情を呼び起こし、物語を伝える力があります。アートは壁を越える普遍的な言語です。これ以上は同意できませんでした。アートは私たちが創造性を探求し、新しい視点を発見することを可能にします。それは生涯にわたる自己発見の旅です。レッスン14、イベントでのネットワーキング。こんにちは、アンナ。はい、先週言ったよ。参加したイベントで面白い人に会いましたか？こんにちは。はい、私は何人かの魅力的な人々とつながる機会がありました。ネットワーキングは常に刺激的な機会です。あなたはどう？間違いなく、ネットワーキングは新しいつながりや機会への扉を開きます。貴重な洞察と経験を共有してくれた、同じ分野の専門家に何人か会いました。それは素晴らしいです。ガイダンスやサポートを提供できる、志を同じくする人々とつながることは素晴らしいことです。連絡先情報を交換しましたか？はい、会った人とは必ず名刺交換をしました。イベント終了後もそのつながりをフォローアップし、維持することが重要です。それは賢いアプローチです。フォローアップすることで、関係を築くことへの真の関心が示されます。思い出に残る会話はありましたか？成功するビジネスを始めるまでの道のりを語ってくれたある起業家と、特に興味深い会話をしました。刺激的でやる気が出ました。それは素晴らしいですね。成功を収めた他の人から学ぶことは、貴重な洞察をもたらし、私たちの成長に役立ちます。現在の業界動向について何か話しましたか？はい、業界の最新動向について話し、今後のトレンドについての考えを共有しました。常に情報を入手し、変化する状況に適応することが重要です。絶対に。業界のトレンドに遅れずについていくことは、専門家としての成長と時代の一歩先を行くために不可欠です。情報提供を目的としたセッションやワークショップには参加しましたか？リーダーシップと自己啓発に焦点を当てたいくつかのワークショップに参加しました。自分のスキルを高め、新しい視点を身につける絶好の機会でした。それは素晴らしいです。継続的な学習は、個人的にも職業的にも成長するための鍵です。グループディスカッションやパネルセッションには参加しましたか？はい、私はパネルディスカッションに参加しました。そこでは、私たちの業界における課題と機会について話し合いました。多様な視点を持つインタラクティブなセッションでした。パネルディスカッションは、有意義な対話と意見交換のためのプラットフォームを提供します。様々な視点を得て、知識を広げるのに最適な方法です。イベント全体は楽しかったですか？絶対に。イベントはよく組織されていて、私はインスピレーションとモチベーションを感じながら去りました。このようなイベントに参加すると、いつも仕事への情熱が高まります。レッスン15、自然の美しさを捉える。アンナさん、こんにちは。自然は撮影するのがとても美しいです。その瞬間を保存する方法として写真を試したことはありますか？こんにちは。もちろん、写真は自然の本質と美しさを捉える素晴らしい媒体です。好きな被写体はありますか？私は特に風景や野生生物に惹かれます。広大な自然と動物の複雑なディテールに魅了されます。あなたはどう？
森の中の光と影の動きを捉えたり、花の色をクローズアップで撮ったりするのが好きです。自然は美しい写真を撮る無限の可能性を秘めています。それは驚くべきことです。光と影の遊びは、写真に魔法のような雰囲気を作り出すことができます。完璧なショットを撮るコツはありますか？一つのヒントは、光線に注意を払うことです。被写体を面白い方法でフレーミングすることで、写真に奥行きと視覚的な魅力を加えることができます。また、野生動物を撮影するときや、完璧な照明条件を待つときには、構図と忍耐忍耐が鍵力はとなります。確かに重要です。写真を通して説得力のあるストーリーを伝えるには、適切な角度と視点を見つけることが重要です。さまざまなカメラ設定を試したことはありますか？はい、様々なカメラ設定を試してみると、ユニークな結果が得られます。絞り、シャッタースピード、ISO を調整すると、目的の効果が得られ、自然の美しさをより効果的に捉えることができます。それは素晴らしい点です。さまざまなカメラ設定がどのように連携するかを理解することで、写真撮影のスキルを高めることができます。長時間露光撮影を試したことはありますか？はい、長時間露光の写真は、特に流れる水や星の軌跡を撮影する場合に、素晴らしい効果を生み出すことができます。これにより、画像に動きやドラマが加わります。試したことはありますか？長時間の露光写真、特に滝の撮影に手を出しました。それが生み出すシルクのように滑らかな効果は魅惑的です。これは練習と実験が必要なテクニックです。お気に入りの撮影場所はありますか？国立公園や植物園を訪れるのが大好きです。そこには多様な自然の美しさがあり、素晴らしい写真を撮る機会もあります。新しい場所を探索することも創造性を刺激します。あなたはどうですか？国立公園は確かに素晴らしい場所です。また、ビーチでの写真撮影、海の景色、陸と海の相互作用を撮影するのも好きです。自然の要素は、写真に深みと感動を与えてくれます。もちろん、ビーチは写真撮影に最適なユニークな環境です。潮の移り変わり、活気に満ちた夕日、海岸の風景は無限のインスピレーションを与えてくれます。写真撮影旅行の予定はありますか？来月近くの自然保護区に行く予定です。多様な野生生物と息を飲むような景色で知られています。その地域の自然の美しさを捉えることができてワクワクします。あなたはどう？それはエキサイティングな旅のようですね。見事な花の展示で知られる植物園に行く予定です。鮮やかな色と複雑なディテールを捉えるのが待ちきれません。帰ったら写真をシェアしよう。間違いなく、写真を共有し、フィードバックを交換することは、私たちのスキルを向上させ、お互いのユニークな視点を理解するのに役立ちます。自然の美しさを一緒に捉え、祝いましょレッスン16、ぐっすりとお休みください。こんにちは、アンナ。今日は仕事で本当に長い一日を過ごしました。ぐっすり眠るためのアドバイスがあるんだけど。こんにちは。それを聞いてすみません。十分な休息をとることは健康にとって重要です。何が問題だと思われますか？さて、最近、眠りにつくのに苦労しています。私は何時間もベッドに横たわって、やっと眠れるようになる。それはイライラするかもしれません。就寝前のルーチンを作ってみたことはありますか？
はい、持っていますが、あまり役に立たないようです。本を読んだり、心を落ち着かせる音楽を聴いたりしてみたけど、それでも頭がドキドキする。深呼吸や瞑想などのリラクゼーションテクニックを試してみるのもいいかもしれません。心を落ち着かせ、眠りに備えて体を整えるのに役立ちます。それはいい考えだ。やってみるよ。他に何か提案はありますか？もう一つできることは、睡眠に優しい環境を作ることです。寝室が涼しく、暗く、静かであることを確認してください。ノイズに邪魔されやすい場合は、ホワイトノイズマシンや耳栓を使ってみることもできます。私は間違いなくそれらの変更を行います。うまくいけば、彼らが違いを生むでしょう。ところで、カフェインや電子機器についてはどうですか？良い点です。カフェインは睡眠を妨げる可能性があるため、夕方に摂取しないでください。また、電子機器から発せられる青色光は睡眠サイクルを乱す可能性があるため、就寝前に画面を見る時間を制限することをお気づかな勧めかった。します。カフェインを減らして、寝る前にスクリーンを控えます。ヒントをありがとう。どういたしまして。これらの提案があなたがぐっすり眠る助けになれば幸いです。一貫した睡眠スケジュールを立て、リラックスできる就寝前のルーチンを作ることが重要であることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。改めて、ありがとう。ご協力に感謝します。レッスン17、グランドキャニオンの探検。こんにちは、アンナ。グランドキャニオンに行ったことはありますか？息を飲むほど素晴らしいと聞きました。こんにちは。はい、数年前にグランドキャニオンを訪れる機会がありました。まさに自然の脅威です。それはすごい。どんな感じだったの？景色が素晴らしいに違いないと想像することしかできません。言葉にするのは難しいですが、グランドキャニオンは広大で畏敬の念を起こさせます。キャニオンの大きさと深さには驚かされます。景色は絶対に息を飲むほどです。うわぁ、そこに立ってすべてを体験することしか想像できません。キャニオンを歩いて探検したの？はい、峡谷の縁に沿ってハイキングをしました。景色や難易度が異なる複数のトレイルがあります。渓谷の美しさに浸るのに最適な方法です。それは忘れられない経験のようですね。特に印象に残っているスポットやビューポイントはありましたか？間違いない。最も人気のあるビューポイントの一つはサウスリムで、キャニオンのパノラマの景色を眺めることができます。もう一つの必見スポットはノースリムです。ここは違った見方ができ、混雑かなりのも少ない冒険です。だったに違いありません。訪問中に野生動物に遭遇したことはありますか？はい、トレイル沿いでミュールジカやリスを見つけました。グランドキャニオンにはカリフォルニアコンドル、オオツノヒツジ、さらにはマウンテンライオンなど様々な野生生物が生息していますが、めったに見られません。それは魅力的だ。このような過酷な環境の中で自然がどのように繁栄するかは信じられないほどです。他に興味深い特徴や見どころはありましたか？絶対に。グランドキャニオンスカイウォークは人気のアトラクションです。キャニオンにかかるガラスの橋で、スリリングでユニークな視点を楽しめます。
キャニオンを上空から眺めるヘリコプターツアーもあります。それはエキサイティングに聞こえますが、少し神経をすり減らすように聞こえます。それらをバケットリストに追加する必要があります。訪問する前に知っておくべきことは他にありますか？水分を補給し、天候に備えることが重要です。気温は大きく変化するので、重ね着をするのがいいでしょう。そしてもちろん、素晴らしい景色を撮影するカメラもお忘れなく。あなたの経験を共有してくれてありがとう。グランドキャニオンを訪れ、その美しさを目の当たりにするのが待ちきれません。レッスン18、高強度ワークアウト。こんにちはアンナ。高強度のトレーニングを試したことはありますか？各セッションで1時間ほどやっていますが、強烈に聞こえます。こんにちは。はい、高強度のトレーニングには慣れています。チャレンジングなこともありますが、非常に効果的です。特定のプログラムをフォローしていますか？はい、最近、フィット、高強度インターバルトレーニング、エクササイズを取り入れたプログラムを始めました。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたものです。それは素晴らしい。フィットワークアウトはカロリーの燃焼と心血管機能の改善に効果があることで知られています。これまでのセッションをどう思いますか？確かに強烈だけど、その後は元気が出る。ワークアウトには、短時間の激しいエクササイズとそれに続く短い回復期間が含まれます。そのおかげで私はずっと緊張しています。それがフィットの魅力です。運動を終えた後でも心拍数を上げてカロリー消費を最大化します。フィットネスレベルの変化に気づきましたか？はい、持っています。持久力と強さが増したように感じます。さらに、これらのトレーニングを始めてから、全体的なスタミナが向上していることに気づきました。それは素晴らしい進歩です。体の声に耳を傾け、筋力をつけながら徐々に強度を上げていくことが大切です。休息日をルーチンに取り入れていますか？絶対に、体を修復して再構築するには、休息と回復が不可欠です。筋肉が回復するまでの時間を取るために、通常、週に1日2日休みます。それは賢いアプローチです。自分を奮い立たせることと、体に必要な休息を与えることのバランスを取ることが不可欠です。ルーチンに他の形式のエクササイズを加えることを考えたことはありますか？はい、ヨガやストレッチなどの柔軟性と可動性のエクササイズを取り入れて、全体的な柔軟性を高め、怪我を防ぐことを考えています。それは素晴らしいアイディアだ。柔軟性トレーニングは高強度のワークアウトを補完し、可動域の改善に役立ちます。バランスの取れたフィットネスルーチンを維持することが重要です。完全に同意します。あらゆる面で自分の体を大切にしたいです。ところで、高強度のワークアウト中にモチベーションを保つためのコツはありますか？もちろん、モチベーションを維持する方法の一つは、具体的で達成可能な目標を設定することです。1週間に一定回数のワークアウトを完了することや、特定のフィットネスマイルストーンに到達することなどが考えられます。また、ワークアウト仲間を見つけたり、クラスに参加したりすそれらることで、は素晴らしい提説案です。明責任を果たサポートシし、ステムとより楽し測定可くする能な目ことがで標があるきます。ことで、モチベーションを維持できることは間違いありません。ありがとう。レッスン19、
完璧な旅程の計画。アンナさん、こんにちは。次の旅行について調べていたところ、完璧な旅程が見つかったと思います。また、時間を割いて郷土料理を探検しましょう。こんにちは。それは素晴らしいですね。旅程をしっかり計画しておけば、旅がもっと楽しくなる。地元の食べ物を食べるのが楽しみです。どの目的地を含めましたか？博物館や古代遺跡など、いくつかの歴史的建造物への訪問を含めました。また、公園やビーチなどの自然のアトラクションを探索することもできます。そしてもちろん、地元の市場や屋台も見逃せません。それは万能な計画のように思えます。ある場所の歴史や文化について学ぶのはいつも面白いです。何か特定のランドマークやアトラクションを考えていることはありますか？はい、古代の大聖堂や有名な城など、必見のランドマークをいくつか紹介しました。ガイド付きツアーに参加して、その歴史と意義について詳しく知ることができます。素晴らしい選択肢。ガイド付きツアーは貴重な洞察をもたらし、体験をより豊かにすることができます。郷土料理はどうですか？特に試してみたい料理はありますか？絶対に、地元のシーフード料理や地域のデザートなど、試してみるべき伝統料理のリストを作りました。また、本格的な食事を体験できるおすすめのレストランもいくつか紹介しました。おいしそう。新しい場所を探索するには、郷土料理を試すことが欠かせません。地元の文化に浸るのに最適な方法です。屋台の食べ物も忘れずに試してみてください。ああ、間違いない。ストリートフードは、ユニークな味の隠れた一品であることが多いです。私たちの旅程には、ストリートフードの探索時間を必ず含めておきます。パーフェクト。また、自発的な冒険やリラクゼーションのために自由な時間を割くのもいいでしょう。計画されたアクティビティと柔軟性のバランスを取ることが重要です。完全に同意します。柔軟性にいくらか余裕を残しておくと、予想外の宝石を発見したり、単にリラックスして周囲を楽しむこともできます。それはすべて旅行体験の一部です。絶対に。旅行とは観光名所を見るだけでなく、その雰囲気を味わい、目的地に没頭することでもあります。完璧な旅程を計画する上で、他に何かアドバイスはありますか？一つのヒントは、必見のアトラクションに優先順位をつけ、それらを中心に計画を立てることです。また、移動時間を最小限に抑えるために、様々な場所が近接していることも考慮してください。また、営業時間と必要な予約を確認することを忘れないでください。それらは素晴らしいヒントです。時間を最大限に活用し、スムーズな旅行体験をすることが重要です。この旅行を楽しみにしています。私も、素晴らしい冒険になるよ。予定を完成させて、忘れられない旅の準備をしましょう。レッスン20、視点と旅行体験。アンナさん、こんにちは。最近の旅行の写真に気づかずにはいられませんでした。景色が素晴らしい。それも一つの見方です。ちょっとした騒ぎはあったけど、残りの旅は楽しかったですか？こんにちは、ありがとうございます。はい、小さな問題はありましたが、旅行全体は素晴らしかったです。景色は息を飲むほど素晴らしく、途中で素晴らしい体験をしました。それを聞くのは素晴らしい。旅を思い出深いものにするのは、
大抵その予期せぬ瞬間です。旅のハイライトを教えていただけますか？絶対に。ハイライトの一つは、美しい山をハイキングして、頂上から素晴らしい日の出を眺めたことです。その景色は本当に息を飲むほどでした。うわぁ、それは忘れられない経験のように思えます。自然にはその美しさで私たちを魅了する方法があります。ハイキング中に何か問題に遭遇したことはありますか？はい、途中でいくつかの課題がありました。トレイルは急で岩だらけで、天候が突然変わり始めました。しかし、決意と仲間のハイカーの助けにより、私たちは頂上にたどり着きました。課題を克服することで、体験をさらにやりがいのあるものにすることができます。困難をいかに受け入れ、頂上にたどり着いたかを見るのは刺激的です。旅行中に面白い人に会ったことはありますか？はい、世界の様々な地域から来た魅力的な人々と出会う機会がありました。私たちはストーリーを共有し、旅行のヒントを交換し、私が大切にするつながりを築きました。それこそが、多様な背景や文化を持つ人々とつながる旅の魅力です。それは私たちの視野を広げ、私たちの経験を豊かにします。郷土料理は食べましたか？絶対に。郷土料理を試すことは、私の旅行のお気に入りの一つです。屋台の食べ物や本格的な郷土料理などの伝統的な料理にふけり、料理教室にも参加して郷土料理の作り方を学びました。すごいですね。地元の料理を探索することは、目的地の文化や味に浸るのに最適な方法です。特に気に入った料理はありましたか？ああ、間違いない。風味豊かな、この素晴らしいシーフード料理を発見しました。新鮮なシーフード、香り高いスパイス、そして地元の調理技術の組み合わせが、本当に素晴らしい料理でした。それは絶対に美味しいですね。それを聞いているだけでお腹が空いてきた。リラックスして地元の雰囲気に浸る時間はありましたか？はい、リラックスして周囲を楽しむために、必ずダウンタイムを設けました。活気に満ちた市場を散策したり、静かな公園を訪れたり、座って人々を眺めたりできる居心地の良いカフェも見つけました。それはリラックスして地元の雰囲気を吸収するのに最適な方法のように思えます。時々、少し時間をとってその場所の日常生活を観察することは、人気のある観光スポットを訪れるのと同じくらいやりがいのあることです。絶対に。その小さな瞬間こそが、私たちがその場所や人々と本当につながることができるのです。このような問題があったとしても、先ほどおっしゃったように、全体的な経験には感謝それはしています。素晴らしい考え方です。ポジティブな側面に集中し、旅行中に遭遇するあらゆる課題から学ぶことが重要です。残りの旅行を楽しんでくれて嬉しいです。ありがとうございます。素晴らしい思い出と教訓に満ちた旅でした。次の冒険が待ちきれません。ワクワクしています。素晴らしい時間を過ごしたようですね。これからも素晴らしい旅行体験がもっとたくさんありますように。レッスン21、人前で話すことをマスターする。こんにちはアンナ。人前で行動しなければならなかったことはありますか？心配しないでください。一部の人にとっては混乱を招く可能性があります。こんにちは。はい。私は観客の前で演奏したり話したりした経験がいくつかあります。確かに神経をすり減らすこともありますが、練習すればより快適になります。
それは本当です。人前で話すことは怖いかもしれませんが、身につけるべきスキルです。緊張を克服するのにどんなテクニックが役立ちましたか？私にとってうまくいったテクニックの一つは、徹底的な準備です。スピーチやパフォーマンスを何度も練習するようにしています。そうすることで自信がつき、コントロールしやすくなります。確かに準備が重要です。素材を徹底的に知ることで、メッセージを伝えたり、聴衆とつながったりすることにもっと集中できます。人前で話すときに何か特定の課題に直面したことはありますか？私が直面した課題の一つは、舞台恐怖症の管理です。ステージに上がる前に不安を感じるのは自然なことですが、そのエネルギーを興奮に向け、パフォーマンスを向上させるために使うことを学びました。それは素晴らしいアプローチです。緊張と戦うのではなく、緊張を受け入れ、積極的にチャネリングすることで、よりダイナミックで魅力的なプレゼンテーションを行うことができます。スピーチ中に聴衆を引きつけるためのヒントを見つけたことはありますか？絶対に。一つのヒントは、最初から聴衆とのつながりを築くことです。視聴者の注意を引き、参加していると感じさせるような、共感できるストーリーや興味深い事実から始めることができます。最初から視聴者を引きつけることが重要です。それは残りのスピーチの調子を整え、リスナーとの親密な関係を築くのに役立ちます。人前で話すときに、予期しない状況に対処しなければならなかったことはありますか？はい、私のプレゼンテーション中に予期しない状況が発生したことがいくつかありました。そのような時には、冷静さを保ち、自分の足で考え、落ち着きを保ちながら状況に適応することが重要です。予期しない状況に適応することは貴重なスキルです。素早く物事を考え、課題をうまく処理する能力を示すものです。人前で話すスキルについて、フィードバックや建設的な批判を受けたことはありますか？はい、成長にはフィードバックが不可欠です。自分のペースやボディランゲージについて建設的な批判を受けました。私の発表内容に磨きがかかり、プレゼンテーションがより魅力的なものになるのに役立ちました。フィードバックは、改善のための貴重な洞察を提供します。自分のスキルを積極的に学び、磨いていけるのは素晴らしいことです。人前で話すワークショップやコースに参加したことはありますか？はい、人前で話すこととプレゼンテーションのスキルに焦点を当てたワークショップにいくつか参加しました。彼らは私の配信を強化し、聴衆とのつながりを深めるための実践的なヒントやテクニックを提供してくれました。ワークショップやコースに参加することで、体系的な学習が可能になり、人前で話すことについて新しい視点を身につけることができます。人前で話すスキルを向上させたい人に何かアドバイスはありますか？私のアドバイスは、小さく始めて、徐々に自分自身に挑戦することです。友達の前で話す練習をしたり、地元のスピーキングクラブに参加したりして、自信をつけましょう。そして、学習プロセスを受け入れ、その過程で上達するたびに祝うことを忘れないでください。人前で話すことへの自信をつけるのは道のりであり、小さな一歩を踏み出し、進歩を祝うことが鍵となります。洞察と経験を共有していただきありがとうございます。どういたしまして。お役に立てば幸いです。人前で話すのは大変ですが、練習と正しい考え方があれば、誰でも自信を持って効果的な話し手になることができます。絶対に、人前で話すことは、扉を開き、インパクトのあるつながりを築くことができるスキルです。舞台を受け入れ、私たちの言葉で他の人を鼓舞しましょう。